いやで先生と弟子ということはないんですけど「幻魔大戦」っていう作品はちょっと日本では特別な作品なんですけど、それまでは日本のアニメーションの劇場映画というのは映画会社が作ってたんですね。東映だとか東宝だとか松竹だとか映画会社が中心になって長編を作った。幻魔大戦は出版社なんですよね。角川書店で、角川書店というよりは角川春樹さんが非常に僕の「銀河鉄道999」を気に入ってくれて、とにかく一回会ってくれということであったんですよ。で話が実は自分もアニメーションに興味があるから作ってみないか、面白いですね。で原作は「幻魔大戦」でということで、それまでは映画会社がアニメーションを作ってたのが出版社が、つまり角川春樹と角川書店が作り始めたわけですよ。でそれの最初なんですよね、あれが、そういう歴史があるんですよ。でしかも大手のスタジオに出すんじゃなくて、僕たちだとか丸山のところに出したわけですよ。それは多分角川春樹からすれば大きなリスクしようわけですよ。お金持ってどっかに逃げちゃっても分かんないじゃないですか。まあその僕の名前が出てるからっていうことで信用されてきたんですけど、そうやって作ったところがそれなりに当時は話題になったわけですよ。そうすると次に自分たち出版社でも映画を作ろう、アニメーションを作ろうと思えば作れるんだっていうことがあれで証明されたんですね。それで徳間書店っていうのが宮崎駿を使って出てくるわけですよ。そういう一つのなんか歴史の中で、作品の中身は別ですけどね、一つのアニメーションの日本の歴史の中では幻魔大戦っていうのが出版社でもどこでもお金を出せば作れるんだっていう一つの大きな証明になったなって。でそういうためで角川春樹さんっていう人が、僕と同じ世代なんですけど、作ろうと、全く新しい日本にないアニメーションを作ろう、それだったら最初からもうキャラクターも音楽も全然その既成の概念にとらわれないでということで、僕はまだその頃マイナーだった大友克洋のデザインを見て、これはいい、この人にとにかくキャラクターを描いてもらったら絶対違ったアニメーションができるだろうって、もう直感的に分かったんですね。それで角川春樹に大友克洋の絵を見せて、この人でキャラクター行きたいんですけど OK だという形で、僕はもうとにかく大友克洋にコンタクトを取って喫茶店で3時間かけて口説いてそれで作った。だからそこで初めて大友克洋と僕の出会いがあるわけですよ。でその後その迷宮物語で彼が監督っていうのは、彼とそれから知り合った時に分かったのは、彼は非常に映画好きなんですよ。でプライベートフィルムを作ってるわけですよ、友達仲間を使ってね。自由を我らにっていう、なんか学生が作る映画みたいなもんですけど、自由を我らにってフリーダムとガンを引っ掛けてるっていうね、そういうちょっとお遊びなんだけど、それを作ったから見てくれって言った時に、彼が監督してるんですけど、非常にセンスがいいわけですよ。つまり映画のテクニックをちゃんと、この人は映画がやっぱり好きなんだなってのがこう頭にあって、そして迷宮物語の時に大友君に「監督やらない?」って言ったら「やります」って言って、すぐ返事してもらった。そうですね。その間ちょくちょく僕は住んでるところがそばなんで、時々は会ったりして話はしたりしてたんですけど、ただ普通の交流はしてたんですけどね。でもああいう仕事、迷宮物語をやる時、あれはもう最初からオムニバスで作ろうということで、大友君に「一本作らない?」って言ったら「やります」ということで、彼が監督する以上はちゃんとしたスタッフをこう全部つけてということで、僕と丸山で彼のところにつけてるのは今でこそすごい森本浩二とかね、中村隆とかすごいアニメーターを全部つけたというようなのが大友君との出会いですね。それからメトロポリスで脚本書いてよというようなね。
もう最初から丸山とオムニバスで作ろうということになって、最初はね大友君と押井守、押井君に声をかけたんですよ。で押井君と話をしたんですけど、いろんな制作条件とか諸々のことでちょっと無理になって、でもう一人誰にしようといった時に、僕一緒に仕事した仲間ですけど、川尻君は面白いから川尻君を起用しようよと言って丸山と意見が一致して即川尻君も、その前に川尻君はもうレンズマンっていう長編を作ってますから、もうキャリアは十分ですからね。でもう川尻君を入れて川尻大友っていう形で、ちょっと意表をついた作品だと思うんですけどね、あれはね。いやいや、最初からもう僕はと丸山はプロデューサーという役割ですから、もちろんあれは一応原作はあるんですよね。眉村拓という SF 作家がいて、その SF 作家のショートストーリーの中から好きなものを選んでいいからっつって選んでもらって、あとはもう本当に好きに作ってよっていう形ですから、そんなにこっちは注文も出しませんし、あとはそのオムニバスを全体にまとめるのが僕の役割で、僕の最初の「ラビリンス・ラビリントス」っていうのは、あれは本当はただなんか川尻君と大友君の作品にこう誘っていく進行役的な僕のは作品なんですね。少女がこうサーカス小屋に入ると映画が始まるっていう。ですからあくまでもそういう全体をまとめて最終的に音楽をどうするかとかダビングをしてっていうようなのが僕の役割で、各作品の彼らの作品に関しては一切注文はもうつけなかった。好きなように。ただ尺数が決まってますから、大体15分ぐらいで。いや、それはもう最初から2人にお願いしたわけだし、絵コンテちゃんとストーリーボードは見てますから、もう仕上がるものは大体もう想像ついてますからね。もうその通りだったっていうことで、非常に角川春樹がそれを見て「うわーすごいマニアックだね」とかって言ってましたけどね。あれほどのマニアックな作品は当時はなかったんだろうと思うんですけどね。そうですよね。でもうほとんどデジタルを使っては一切ないんだけど、みんなに聞かれますね。どこデジタル使ってるんですかっていうぐらいに。だからアニメーター、キーアニメーターもみんなすごい連中ですからね。特に幻魔大戦がそういうことで、あそこからどんどん育っていった。その後森本浩二だとかみんなすごいのが出てますからね。そういうちょっと迷宮物語はオムニバスにしては贅沢なスタッフで、15分作るのに1年以上かかってますからね、あれ。